はい、こんにちは、梅野です。本日は彼岸花を撮っていきたいと思います。はい、では1枚目はオーソドックスに撮っていきます。いろんな角度から撮ることで表情がいろいろ変わるんですけれども、まず普通の方が見慣れている斜め上からのアングルから撮っていきたいと思います。シンプルにもう画面の真ん中日の丸コーツで撮りまして、で彼岸花は赤色なので背景をこの緑色の草にしてあげることでより赤色が際立つことになります。で赤色っていうのはバラの動画の時にもお伝えしましたけれども、色が飛びやすいというか、何やったかな、色飽和しやすいので、ちょっと露出をアンダーにして撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。背景はボケさせたいので低めにしていくんですけど、彼岸花は結構奥行きのある大きな花になりますので、開放 F 値にしてしまうと一部だけピントがあって他が大きくボケてしまいますので、ちょっと一段ぐらい絞って撮ることで、全体じゃなくても、前半分ぐらいはしっかりピントが合うような感じで撮っていきます。なので F 値は 3.5 に設定しました。この場合でシャッタースピードが500分の1秒出てますので、手ブレしないので ISO 感度100で OK です。露出値はマイナス 1.0 に下げて赤色がきれいに出るようにしていきます。速攻モードはもう普通のマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。ど真ん中に彼岸花を配置しまして、斜め上からの角度から撮ることで彼岸花全体の収めることができました。で背景は緑色のところを選びましたので、赤色がより映えたと思います。で露出値をマイナス 1.0 にちょっと暗くしたことで、より深い赤色が表現できたんじゃないかなと思います。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここを撮っていきます。竹が道に倒れてきてまして、斜めに入ってますので、その付近の彼岸花をアップで撮っていきたいと思います。でちょっとこの竹と竹の隙間がありまして、F 値を開放にすることでその間の光が玉ボケになるかと思いますので、そこの下の彼岸花と斜めに降りてきた竹と背景は玉ボケで撮っていきたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値開放 2.8 に設定して背景の玉ボケを狙っていきます。その場合でシャッタースピードが250分の1秒出てますので、ISO 感度は100で OK です。でここもちょっと暗めに撮っていきたいので、露出値はマイナス 0.7 に設定しました。速攻モードはマルチパターン速攻で撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。縦構図で撮りまして、一番手前の彼岸花にピントを合わせて撮りました。手前にピントを合わせたことで、背景の彼岸花がボケてちょっと色の要素になってくれて綺麗なのと、背景が玉ボケができましたので、それも綺麗かなと思います。で彼岸花と玉ボケだけでもいいんですけど、ちょっと斜めに生えた竹が画面を分割するアクセントになっていいんじゃないかなと思って、ここを縦構図で切り取って撮ってみました。そしたら次撮っていきましょう。はい、次はここの彼岸花を撮っていきます。手前の彼岸花にピントを合わせて、後ろの彼岸花はボケさせて撮っていきます。斜めに配置することで3分割の構図に収まりますし、テーブルフォトとかでも使われる対比構図という構図になってきますので、この角度から撮っていきたいと思います。
はい、カメラを設定していきます。背景をボケさせたいんですけど、ここも F 値を下げすぎるとピントを合わせたい彼岸花もボケすぎてしまいますので、 F 値4にちょっとだけ絞って撮っていきます。この場合でシャッタースピードが640分の1秒出ておりますので、ISO感度は100で OK です。で、露出はちょっとさらに暗くマイナス 1.3 に設定しています。速攻モードはこちらもマルチパターン速攻で撮っていきましょう。はい、撮れた写真がこんな感じになります。二輪の彼岸花をちょっと斜めの角度から撮りまして、手前の彼岸花にピントを合わせて、背景の彼岸花はボケさせて撮りました。3分割のそれぞれの交差点に収まるのと、対比構図、前がピントがあってて後ろがボケてるという対比構図にもすることができます。暗めに撮りましたので、彼岸花の真紅の赤さっていうのがより深く撮れたんじゃないかなと思います。はい、次は普通に咲いている彼岸花じゃなくて、もうこの倒れてしまっている彼岸花を撮っていきたいと思います。この斜めのこの茎のライン、これを使って、これを画面のこういうなんていうかな、左下に配置しまして、右上に向かっていくような感じにします。で、彼岸花のところを3分割の右上の交差点に配置して撮っていきたいと思います。彼岸花はちょっと切ない感じのイメージがある花ですので、ちょっと倒れているところをアンダーな露出で撮ってみたいと思います。はい、カメラを設定していきます。ここは F 値 3.2 に設定しまして、でこの左下から伸びてくる茎をちょっとグラデーションでボケさせて撮っていきたいと思います。この場合でシャッタースピードが320分の1秒、出てますので、ISO感度は100で OK です。露出はちょっと下げましてマイナス 0.7 に設定しています。で実際に撮ってみると、背景の地面と彼岸花とだいたい露出が同じになって、なんかメリハリのない写真になってしまうと思うんですけど、ここはちょっとレタッチで彼岸花のところ以外はちょっと暗くすることで、より花の赤さが際立つんじゃないかなと思います。はい、どういった写真がこんな感じになります。左下のところから右上の3分割の交差点のラインに向かって茎が伸びていくように撮ってみました。で F 値をちょっと、3.2 にしたことで、彼岸花のところはしっかりピントが合ってますけれども、左下の茎の方はボケてまして、グラデーションにピントが合っていくような感じに撮っています。こうすることで、真上からというとどうしても地面と彼岸花の距離が一緒なので背景と一体化してしまうんですけども、ちょっとこういうボケ感を入れることで、少しですけども、立体感というか背景との差を出すようにしています。はい、次は望遠レンズの圧縮効果を使って撮っていきます。ここ、ご覧の通り彼岸花スカスカなんですけども、ここをちょっと下に下がってあげてから望遠レンズでこの辺を狙うことで、彼岸花が遠近感がなくなってギュッと詰まった感じに見えますので、そこを狙って撮っていきたいと思います。でここを望遠レンズで覗いた時に、圧縮されている中でもちょっと背の高い彼岸花を見つけて、そこにピントを合わせて撮ってみたいと思います。で横構図で撮ってしまうとちょっと他の背景がいまいちだったので、縦構図でここは撮っていきます。はい、カメラを設定していきます。ここは前後、僕ではしまうんですけど、前後できるだけピントを合わせたいので F 値は 7.1 にちょっと絞って撮っていきます。でこの場合に、シャッタースピードがF 値を上げると遅くなるので、
ISO 感度200にすることでシャッタースピード320分の1秒出るようにしています。でこちらも露出値をマイナス 1.0 に下げてアンダーな感じで撮っていきます。はい、撮れた写真がこんな感じになります。望遠レンズを使ったことで、スカスカだった彼岸花もギュッと詰まった感じで撮ることができました。で圧縮した彼岸花の中でも1本だけポンと背の高い彼岸花を選んで、そこにピントを合わせて撮っています。で背の高い彼岸花が奥の方になりましたので、手前の彼岸花は前ボケになってくれて、で背景はちょっと詰まってるんですけど、黒い木がありましたので、より赤色が入るような感じに撮ることができました。でわずかですけども、画面の右の端っこの方は、奥の方に空間が空いてますので、より奥行き感を感じることができるんじゃないかなと思います。はい、今回は彼岸花の撮り方についてご紹介しました。いろんな撮り方があると思いますけれども、これからっていうか今か彼岸花のシーズンですので、また週末とかにぜひよかったら撮りに行ってみてください。それではまた次の動画でお会いしましょう。さようなら。